はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日の動画は大好評の家計の見直しシリーズです。本日のテーマは電力会社になります。私は昨年同居していた親父が亡くなったことを機に家計の見直しを始めました。私がこれまでに行ってきた家計の見直しはこちらの項目になります。そしてこのシリーズも今回を含めていよいよ残り2回となりました。これまでの情報が皆様のお役に立つかどうかはどうでもよいのですが、昨年このシリーズを作ると誓った私はただ全うするだけです。ところでこの動画をご覧の皆さんは新電力会社って利用されてますか？現在の利用率はだいたい3割ぐらいのようです。そしてこれだけは言っておきます。昔から皆さんが利用している北海道電力、東京電力、関西電力、九州電力などの大手電力会社から新電力会社へ切り替えるだけでお宅の電気料金は必ず下がります。この電力の自由化は2016年から導入されましたが、我が家で導入したのは2024年の秋になります。ではなぜそれまで我が家で新電力会社を利用しようと思わなかったのかと言いますと、それまでこの家の電気代は年金を月26万円もらっていた私の親父が支払っていたからです。ただ子供部屋おじさんの私はおんぶに抱っこでは申し訳ないと思い、せめて電気代が下がる施策として親父に新電力会社への切り替えを提案しました。ただ残念なことに下がった電気料金の明細を見ることなく、私の親父は2025年にこの世を去ってしまいました。私が当時参考にした YouTube の動画を今回探したんですけども見当たりませんでした。多分この方だと思います。扱っている内容が当時と変わってません。ただ昔は今とはかなり異なった奇抜な格好で動画に出ていました。この方の話し方はとても説得力があり、私はこの方が提案した3つの新電力会社の中から1つを選びました。私が選んだ新電力会社はジャパン電力になります。なぜジャパン電力にしたのかというと、名前が日本だったから。日本を愛する私はただそれだけの理由でジャパン電力を選びました。ちなみにこの新電力会社とは何をしているのかというと、別に火力発電所を新たに建設したりとか、電柱を立てて電線を引いたりしているとか、そんなことはしていません。主に電力の販売だけをしている会社だと思ってください。多分自ら発電しているところは1割もないと思います。原理はこうだと思います。電力を私が好きなコカ・コーラに例えると、コカ・コーラを自販機で買うか、それとも激安スーパーで買うか。 350ml のコカ・コーラを自販機で買えば150円です。しかし激安スーパーで買えば78円だったりします。でもどちらも美味しいコカ・コーラに変わりはありません。メーカーとしては多少原価を下げたとしても、大量にそして毎月コカ・コーラを買ってくれるなら激安スーパーに販売するでしょう。電力自由化もこれと同じ原理だと思います。だからといって仮に大規模な災害が起きたとしても復旧対応してくれるのはあくまで大手電力会社になります。今回私が選んだジャパン電力はインターネットで申し込みました。支払いはクレジットカードか口座振替などが選べます。申し込んでから切り替えが完了するまでホームページ上では1月から3ヶ月と表示されていましたが、我が家の場合は1月かかりませんでした。この差は何かというと、スマートメーターへの切り替えにかかる時間の差だと思います。従来の電気料金の検診では月1回検診のおばちゃんが一軒一軒各家庭を回っていました。ところが電力メーターをアナログメーターからスマートメーターに切り替えると、なんと随時使用電力が
電力会社へ送信される仕組みになっているのであります。そして新電力会社の切り替えはこのスマートメーターの導入が必要不可欠なのであります。私の自宅は数年前にスマートメーターへの切り替えがすでに行われていたようでした。多分北海道電力の主導でしょう。アナログメーターのまま新電力会社へ申し込んだとしてもスマートメーターへの交換はもちろん無料でしてくれます。だから皆さんとりあえず申し込みましょう。ここで切り替えた後の我が家の電力事情をお話しします。ただし1月の電気代をお話ししても使用電力が各家庭で異なるので参考にならないと思います。そこで 1kWh の料金を発表したいと思います。計算方法は単純に1月の電気代割る1月の使用電力量です。1月の電気代は分かりやすくするため消費税や再エネ賦課金やその他の調整費なども全て含んだ金額にします。これで皆さんの電気代と比較してみてください。では具体的な金額を申し上げます。全て 1kWh の電気代になります。では参ります。2025年8月分 35.3 円、2025年12月分 37.1 円、2026年2月分 35.1 円、2026年7月分 40.8 円です。どうです？皆さんのご家庭と比べて高いですか？それとも安いですか？実際我が家ではそれまで利用していた大手電力会社と比べると月1000円は安くなりました。たったの月1000円？そんなんならやらねえと言わないでください。たとえ月に1000円だとしても1年で1万2000円、10年で12万円の節約になります。仮に月1000円お金が浮けばこの浮いたお金で美味しいサイミのラーメンを食べに行くことだってできます。ただ残念なことにそれまで1杯1000円だったサイミのラーメンは今月から1100円と値上げしてしまいました。話を戻しますが、私が今回選んだジャパン電力には基本料金というものがありません。普通電気料金は基本料金プラス使った分じゃないですか。我が家は IH コンロがあるため 50A 契約ですが、ジャパン電力は 20A だろうが 50A だろうが関係ないのです。使った分だけなのです。ただ基本料金がない分単価自体は他の新電力会社よりちょっと高いと思います。ここで疑問が湧きます。基本料金がないんだったら瞬間的にどんだけ家電製品を使ってもブレーカーは落ちないのと言われたら落ちます。我が家は1回落ちました。必要な場合は新電力会社へアンペア数の変更を申し出ましょう。仮に利用してダメなら戻しゃいいんです。解約違約金が0円のところもあります。だからどうぞ皆さんも新電力会社をお試しください。そしていよいよ最後となる家計の見直しは火災保険になります。ということで本日の動画は以上です。もしこんな家計の見直しを行う中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さんバイバイ。ちなみに私はこの動画を制作中に電力会社を再び変更してしまいました。きっかけは先ほどのヒカ電アカデミーの影響です。そして今回私が選んだ新電力会社はループ電力になります。来月からの電気代がいくらになるか楽しみです。